皆さんこんばんは。今日のテーマはやる気の錯覚です。勉強でも仕事でも、やる気が出たら始めようと考えることは誰にでもあります。ですが、脳科学や心理学の研究を見ていくと、やる気はスタートの条件ではなく、行動した後についてくる結果に近いことが分かってきています。本当は、やる気があるから行動できるのではなく、行動したからこそ後からやる気がついてくる。頭ではなんとなく分かっていても、現実の私たちはつい逆の順番で考えがちです。やる気が出たら勉強しよう。気分が乗ってきたらあのタスクに取り掛かろう。モチベーションが上がったら運動もダイエットもちゃんとやろう。そうやって始める前の時間ばかりが積み上がり、結局その日は手をつけないまま終わってしまう。一日の最後にまた先延ばししてしまったと自分を責める。このパターンを繰り返している人はとても多いと思います。ただ実は、やる気が出ないと始められないという感覚そのものが、脳が作り出している一つの錯覚だと考えることができます。今日の話は、その錯覚をどう扱えば行動に変えていけるのか、スタンフォード大学などの研究を手がかりに、順番に整理していきます。それでは始めましょう。まずは、多くの人がつまずくあの瞬間から振り返ってみます。テストが近いのに、机の前に座ろうとすると急に腰が重くなる。レポートの締め切りが迫っているのに、パソコンを開いた瞬間、なぜか別のサイトを開いてしまう。仕事で大事なメールに返信しないといけないのに、受信ボックスを開く前から胸が沈んでいくような感覚がある。頭ではやった方がいいと理解しているのに、体がついてこない。気分がどんよりして、今日はやめておこうと諦めてしまう。私たちは、こうした状態をひとまとめにして、やる気がないと表現します。しかし、脳の働きをベースに見ると、これを別の角度から捉えることができます。やる気がないというよりも、まだ動くモードに切り替わっていない、もしくは、やたら慎重になっているモードに入っている、という方が近い状態です。おでこの奥のあたりには前頭前野という領域があります。ここは計画を立てたり集中したり自分の行動をコントロールするときに活躍するいわば司令塔です。一方、脳の奥の方には扁桃体という小さなアラーム装置があります。危険や不安、嫌な予感を察知するとそれ本当にやって大丈夫かとブレーキをかけてきます。新しいことに挑戦するときや過去にストレスを感じた出来事に向き合うとき、この扁桃体が敏感に反応します。前に受けたテストの失敗、きついフィードバックが届いたメール、しんどかった経験の断片が引っ張り出され、今からやろうとしていることと重ね合わせてしまう。その結果、脳全体としては、これは面倒なことになるかもしれないと判断し、あなたを安全そうな選択の方へ誘導します。その誘導の結果として表に出ているのが、体が動かない、なんとなく重い、やる気が湧いてこないといった感覚です。重要なのは、扁桃体が見ているのは現実ではなく、こうなるかもしれないという予測だという点です。勉強を始める前からどうせしんどいだろうと決めつける。メールを開く前からきっと嫌な内容だと思い込む。片付けに取り掛かる前からどうせ終わらないと諦めてしまう。実際にはまだ何も起きていない段階で頭の中だけでストーリーが完成し、それに合わせて気分が落ち込んでいくわけです。だから本来自分は意志が弱いと責める必要はありません。脳が危険予測モードに入りすぎているだけで、そこにはそれなりの理由があるということです。では、この慎重すぎるモードからどう切り替えていけばいいのでしょうか。危険予測モードから抜け出すときに役立つのが、とりあえず小さく動き始めるというアプローチです。ここで目安になるのが最初の5分です。行動とやる気の関係を調べた研究では、やる気が十分にあるから行動できるというよりも、行動し始めてからやる気が徐々に上がっていくというパターンが繰り返し観察されています。勉強を例にしてみましょう。
やる気ゼロの状態でも机に向かい、教科書とノートを出して指定されたページを開くところまでやってみる。今日はここからここまで完璧に理解する、など、いきなり高い目標を掲げる必要はありません。最初はページを開いてペンを持つところまでで終わっても構わない。それでも手を動かし始めた時点で前頭前野の血流は上がり始めます。エンジンが完全に冷えた車にキーを差し込み、アイドリングを始めるようなイメージです。最初のうちはぎこちなくても、動作を続けているうちに脳の仕事モードが起動していきます。心理学ではこのように、動いているうちにやる気がついてくる現象を作業興奮と呼びます。スイッチが一瞬で切り替わるというより、温度がじわじわ上がっていくような変化です。この温まり始めるまでの時間の一つの目安が、だいたい5分前後だと考えられています。だからこそ、最初の5分が大きな意味を持ちます。一番辛いのは、実際の作業そのものではなく、そこに入るまでの導入部分です。ソファーから立ち上がるまで、椅子に座ってノートを開くまで、メールアプリを立ち上げるまで、この区間が一番しんどい。ただ、この入り口さえ越えてしまえば、脳の判断も少し変わり始めます。ここまでやったなら、この続きまで進めておいた方が楽かもしれない。ゼロからまた始めるよりこのまま続けた方がマシだ。こうした微妙な認識の変化が、私たちにはやる気が出てきたという感覚として伝わってきます。つまり最初の5分は、ブレーキを強く踏んでいた脳がアクセル側へ足を移し替え始める境目の時間です。とはいえ、この最初の5分に重たいタスクを詰め込んでしまうと、それ自体が新たなプレッシャーになります。そこで役に立つのが、行動科学で提案されているタイニーハビットです。考え方はシンプルで、大きな目標をかなり小さな行動にまで分解して、まずはその芯だけを実行するというものです。例えば、毎日30分英語を勉強すると決めたとします。目標としては立派ですが、疲れている時の脳には負担が大きい条件です。30分か、長そうだ。仕事終わりには無理そうだと感じた瞬間、扁桃体のアラームが鳴り、今日はやめておこうに流れやすくなります。そこでタイニーハビットでは、これをさらに砕きます。寝る前に、英語のテキストを開いて見出しだけ確認する。机に座ったら、単語帳を開いて3語だけ眺める。この程度まで行動の単位を縮めてしまう。このコンパクトさが脳にとっての安心材料になります。それなら大事にはならなそうだ。それくらいなら今の自分にもできると判断し、アラームが鳴りにくくなる。一度でも動き出してしまえば、ここから前頭前野が徐々に主導権を握り始めます。せっかくだからこのページだけはちゃんと読もうか。あと1問だけ問題を解いてみよう。このせっかくだからが出てきた時点で、すでにギアは一段上がっています。重要なのは、30分できなかった自分を責めるのではなく、テキストを開いて1ページ分だけでも触れた自分をきちんと成果としてカウントすることです。小さく始めた行動は、その日のコンディションによって数分で終わる日もあれば、自然に10分、15分と伸びる日もあります。どちらのパターンも成功とみなすことで、始めるまでの心理的なハードルが下がっていきます。この小さく始めて大きく続くという流れの入り口に、5分だけやるという戦略がフィットしているということです。もう一つ、感情研究から見えてきたポイントがあります。それは、私たちが感じている感情は、出来事にただ反応しているだけではなく、脳が予測をもとにラベルを貼っている側面が大きいという考え方です。やる気がない、だるい、何もしたくない。こうした感覚も、体の状態やこれまでの経験、いつもの行動パターンを素材にして、脳がこれは動きたくない状態だとラベリングしている状況だと考えられます。ただ、このラベルは固定ではありません。行動を変えることで少しずつ書き換えが起こります。仕事から帰ってきてソファーに沈み込み、そのままスマホを眺めて時間が過ぎていく。よくあるパターンを想像してみてください。そこでもし、
ほんのわずかだけ行動を変えてみる。5分間体を伸ばす。5分間部屋の中を歩く。など、負荷の軽い動きで構いません。体温が上がり、呼吸が整ってくると、頭のぼんやり感が和らいだり、さっきより体が動きやすくなったりすることがあります。これは脳にとって予想外の結果です。動いたらもっと疲れるはずだと予測していたのに、現実にはむしろ楽になった。このギャップが感情のラベルを書き換えるきっかけになります。こうした予測と結果のずれた悪くない体験が積み重なっていくと、脳は新しいパターンを学習していきます。疲れていても短時間なら動ける。始める前に想像していたほど実際はしんどくないこともある。といった予測が少しずつ育っていきます。反対に、やる気が湧かないイコール今日は何もしないという選び方を続けると、やる気がなければ動けないという強固な予測が作られます。この差が数ヶ月単位で見たときに、なんとなく動ける人といつも動けない気がする人の分かれ目になります。最初の5分はタスクを進めるだけの時間ではありません。脳に新しいラベルを見せるための小さな実験のような時間でもあるということです。ここまでの話を整理すると流れはこうなります。やる気が出ないとき、多くの場合は意志が弱いのではなく、脳が危険予測モードに入っています。その予測を調整する入り口として最初の5分が機能します。では、この5分を現実の世界の中でどう使うか。いくつか具体例を挙げます。勉強の5分。いきなり長時間の集中を目標にするのではなく、5分間は準備に使うと決めます。ノートと教科書を机に出す。今日は使うページを開く。範囲に線を引く。このあたりまでを5分の枠で完了させるイメージです。問題を解けなくても構いません。それでも線を引いている間に文字が目に入り、内容の輪郭が見えてきます。その流れの中で、この問題だけやってみるかという気分が自然に出てくる日もあります。仕事の5分、メールの返信がしんどいときは、5分だけ未読メールの件名だけを眺めると決めます。本文を読んで返事を書くのは負荷が高くても、件名の一覧を見るだけならハードルが下がります。眺めているうちに、今すぐ返すべき案件、後回しでも問題ないものの区別がつき始め、頭の中で整理されていきます。そこからこの一件だけは今返しておこうに進めれば、すでに一歩前進です。片付けの5分。部屋の片付けなら完璧を目指さずに、5分だけ床に落ちているものをカゴに集めるといったルールにしてしまうのも手です。きっちり収納するのはその次のステップです。今日はカゴに入れるところまでで終わってもいいし、勢いが出てきたら、ついでにクローゼットだけやろうかと範囲を広げても構いません。ここでのポイントは、5分経ったらそこでやめても OK という前提を自分に許可しておくことです。このやめてもいい逃げ道があることで、脳は行動への入り口に立ちやすくなります。結果として、多くの場合はもう少しだけ続けようかなという気持ちが後から出てきます。長時間頑張れた日よりも、本当は何もしたくなかったのに5分だけは動いた日の方が、脳にとって意味のあるデータになることがあります。やる気がない状態からでも、一定の行動は起こせるという証拠が積み上がるからです。この小さな証拠が、数週間、数ヶ月と蓄積されると、気づいた時には、勉強を始めるまでの時間が短くなっている。メールを開く時の緊張が弱まっている。面倒だなと思う前に体が先に動いているといった変化につながっていきます。それは気合で自分を作り変えたというよりも、脳の癖を現実に合わせて調整していった結果です。最後に今日の内容をまとめます。やる気はスタートの条件ではなくて、行動した後についてくるご褒美のようなものです。脳は最初、危険を避けるために慎重になり、動くと辛くなるかもしれないと予測して、あなたの足を止めようとします。その慎重さ自体は、本来はあなたを守るための大切な機能でもあります。ただその予測は、行動によって少しずつ更新していくことができます。
最初の5分だけでも手を動かしてみることで、思っていたほど悪くなかった。少しは前に進めたという新しい経験を脳に見せてあげることができるからです。明日もしまたやる気が出ないなと感じる瞬間があったら、そこで自分を責めるよりも、とりあえず5分だけ、準備だけしてみるかと楽に考えてみる。それだけでも今までとは違う一歩になります。完璧にやる必要はありません。計画通りに進まない日があっても大丈夫です。それでもやる気がない時間に5分だけは動けたという小さな実績は確かに脳の中に残っていきます。今日の話が最初の5分を作る時のちょっとしたヒントになっていれば嬉しいです。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。